CVE デイリー2026年5月31日トトリンクとオープン CATS の脆弱性など4件。キリタン、今日もよろしくね。はい、ズンネー様、本日は4件の脆弱性について解説します。4件もなんだね。どんな内容なのかな。主にネットワーク機器や Web アプリケーションに関するものです。特にサポートが終了している製品の脆弱性についても触れますので、ぜひ最後までご覧ください。1つ目は CVE2026-10187 です。トトリンク N300RH の Web 管理インターフェースにバッファーオーバーフローの脆弱性が見つかりました。バッファーオーバーフローってどんな影響があるんだって？不正なデータを送ることでシステムが予期しない動作をしたり、攻撃者が任意のコードを実行できる可能性があります。この脆弱性はキース取引数の操作によってリモートから攻撃が可能です。CVSS スコアは 8.9 と高い評価です。リモートからってことはインターネット経由でも狙われちゃうってことだよね。その通りです。この製品をお使いの場合は NVD の情報を確認し、ベンダーからの情報があれば速やかに対応してください。2つ目はオープン CATS に関する2件の脆弱性です。CVE2026-49490 と CVE2026-49489 になります。オープン CATS ってどんなシステムなんだろう？オープン CATS は採用管理システムとして使われる Web アプリケーションです。2件とも SQL インジェクションの脆弱性で、認証された攻撃者がデータベースに不正な SQL クエリを注入できる可能性があります。データベースに不正なクエリを入れられると何が困るのかな？データベース内の機密情報が盗まれたり、改ざんされたりする危険性があります。CVE2026-49490 はデータグリッドフィルター処理に、CVE2026-49489 はソートダイレクションパラメータに脆弱性があります。いずれも CVSS スコアは8点台と高めです。認証が必要なんだね。でも、もしアカウントが乗っ取られたら危ないってことだね。はい、オープン CATS をご利用の場合は、最新のバージョンへのアップデートを検討してください。3つ目は CVE2026-10158 です。TRENDNET-TEW432BRP のファームウェアにバッファーオーバーフローの脆弱性が見つかりました。またバッファーオーバーフローだね。これもリモートから攻撃できるの？はい、サーバー、ネーム引数の操作により、リモートから攻撃が可能です。CVSS スコアは 7.4 です。ただし、この製品はすでにサポートが終了しており、ベンダーも脆弱性の修正は行わないと表明しています。サポートが終わってる製品なんだ。それだとどうしたらいいのかな？サポート終了製品を使い続けることは非常にリスクが高いです。可能であれば、新しい製品への移行を強く推奨します。古い機器を使い続けるのは危険なんだね。気をつけないと。本日は取り上げきれませんでしたが、他にも13件の脆弱性が公開されていました。気になるものは NVD で詳細を確認してみてください。本日はトトリンク N300RH、オープン CATS、TRENDNET-TEW432BRP に関する4件の脆弱性をご紹介しました。ネットワーク機器や Web アプリの脆弱性だったね。はい、特にサポートが終了している製品は、新たな脆弱性が発見されても修正されないため、早急な入れ替えをご検討ください。また、Web アプリケーションについては、常に最新のセキュリティパッチを適用することが重要です。わかったよ。キリタン、いつもありがとうね。いいえ、ズンネー様、これからも最新の脆弱性情報をお届けします。